ウルベ人のわらです。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。金額サイズ状態のお問い合わせの方はウルベ人ウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が11月の2日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄になっているのでそちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらちょっと2点まとめて紹介するんですけど、ミュニっていうその鉄道系の会社なんですけども、そちらの T シャツですね。タグがこちらの方になっております。でサイズ表記 L 表記、こちら半袖の方ですね。でこちらロン T の方です。ロン T の方もタグがこちらになっていて、サイズ表記 XL の表記ですね。でどちらもグレーボディになっております。でいわゆる新品の状態ですね。でバックの方がこういった感じにプリントが入っております。状態に関してはもう新品なので特にダメージとかも何もないっていうところですね。L 表記が僕は若干大きめっていうところです。で XL だと、かなりゆとりを持って着れるっていうサイズですね。こちらの方でお値段の方なんですけれども、すみません、こちら半袖の方が5800円に消費税です。こちらロン T の方が6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツがタグがこちらユニバーサルのタグがついております。サイズ表記の方はこちらについてたと思うんですけども、ちょっと読めない状態になってしまっています。でアシッドグレーのボディにこちら、ポパイのオリーブのプリントですね、総柄で入っております。裏面にもプリント入っておりますね。特にダメージなども目立ったところはないかなと思います。でサイズ表記でいうと L 表記ぐらいな感じですかね。僕も気持ちゆとりを持って着れるぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が9800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグがこちらスクリーンスターの XL 表記です。で5050のボディですね。で裏からがいいですかね。こちらは、こちらにプリントも入っていて、ヤング・アインシュタインっていう映画のコメディ映画1988年のものですね。で表の方がその監督のヤッホー・シリアスっていう方の、おそらくそのプリントになっているってところですね。で多分こちらこの白ラバーも使われていて、このビールジョッキから多分その泡が出てるってところだと思うんですよ。そういう内容の映画になっております。で特にダメージなども見当たらずいい状態かなと思います。でサイズ表記も XL なので、僕も全然ゆとりを持って着れるサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツの方がタグがこちらジャージーズのタグでサイズ表記 XL です。でこちらも5050のボディですね。で赤ボディに、ピザハットのプリントが施されております。で裏面に関しては無地のタイプです。こちらもユーズドではありますが特にダメージなどは見られないですね。でサイズ表記も XL なので、僕はゆとりを持って大きめに着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグがこちら欠損している状態です。ただ肩の方にこちらロゴ7の、入っているのでボディもこちらで間違いないかなと思います。V ネックのフットボールの形になっていて、エースハードウェアのプリントがラバープリントで入っております。そのアメリカの方にあるその事務用品とかを売ってるようなお店ですね。程度としてはこちら首元に1点小穴が開いてるっていうところですね。であとはちらほらそうですね、薄い汚れだったりは全体的にあったりするんですけども、サンフェードしていて雰囲気もかなりいいかなと思います。あとバックの方にもこちら少し小穴が開いてますね。でサイズ表記で言うと L 表記ぐらいなのかなと思います。僕も着れないことはないんですけども、若干ピタッとするかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツの方がボディはこちらチャンピオンボディですね。80年代の L 表記で5050のボディです。でグレーボディにプリントの方がこちらレイダースのプリントなんですけど、こちら、黒のプリントは染み込みで白のラバープリントも入っております。でこちら裏面は無地のタイプですね。こちらも特にひどいダメージなどは見られないです。でサイズも L 表記っていうところですが、5050っていうところもあって僕は少し小さく感じるぐらいのサイズ感になります。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、ヘインズの2枚タグ、ビーフィーの2枚タグでサイズ表記は L 表記になっております。でこちら 100% コットンのボディですね。で黒ボディにシャイニングのプリントがラバーで入っております。
でこちらも黒ボディがその退色してる感じ、すごくかっこよく仕上がっております。でサイズ表記も2枚タグの L 表記なので、僕は全然ゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が 29,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツの方がタグがこちらピカソのタグがついております。しっかりアメリカ製でサイズ表記 XL のボディですね。白ボディにこちら大判でピカソのプリント入っております。でこちら横の方にですねコピーライトとかも入っておりますね。で裏面に関しては無地のタイプです。若干ですね少し薄汚れがところどころあるかなっていうぐらいの状態です。でサイズも XL っていうところで、僕はかなり大きめに着れていいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が 25,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、ダークナイトこちらオフィシャルのタグがついております。サイズ表記の方はすみませんちょっと欠損しているってところですね。で黒ボディにこちらジョーカーのプリントがかなり大判で入っております。なんかこちらが、そのマフィアのアジトに侵入したシーンを切り取った1枚のものらしいですね。で裏面に関しては無地のタイプです。でサイズ表記あるとするとなんですけど、M ボディですかね。ちょっと僕には正直ぴったりっていうぐらいのジャストサイズになるかなと思います。こちらの方でお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてシャツですね。こちらタグの方がファイブラザーのタグになっております。サイズ表記は XL のボディですね。でこちらに関してはオレンジの単色のものになっております。チェックなども入らないパターンですね。で程度としても、ユーズドではありますけど全然なんかそんな目立ったダメージとか袖の方とかも全然ピンピンしてますね。いい状態だと思います。でサイズ XL なのでかなり僕はゆとりを持って大きめに着れるいいサイズ感ですね。このオレンジの発色もかなり珍しいと思います。お値段の方が 6,800 円に消費税になります。続いてアーミーシャツですね。タグの方がこちらについていてサイズ表記15ハーフの表記になっております。でこちら肩の方もダブルステッチで縫われていてやっぱかなり見栄えはいいかなと思います。で状態としても特に目立ったダメージなどは見られないです。サイズ表記15ハーフなので、僕は正直ぴったりするジャストのサイズ感にはなってしまいます。定番のアイテムなのでかなり使い勝手もいいかなと思いますね。こちらお値段が 6,800 円に消費税になります。続いてベストですね。タグの方がこちらアバクロのタグになっております。サイズ表記こちらミディアム表記ですね。こちらハンティングというかフィッシングベストですね。ハンティングというよりは、裏面の方とかにもこういう感じになっているんですがちょっと、ダメージがあります。であとはボタンが欠損しているというところですね。あとは汚れも多少薄いではあるんですけどもこの辺にもちらほらあったりします。ただサイズ表記ミディアムというところで僕は着用自体は全然できるサイズ感です。ちょっとピタッとはするかもしれないですね。こちらお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェットですね。タグの方がこちらフルーツオブザルームのタグでサイズ表記 L 表記になっております。で白ボディの50/50のボディですねにこちらラバープリントで入っております。でこちら裏面に関しては無地のタイプですね。こちらもしっかりアメリカの方でブリーチしてきているのでかなり、汚れなどがない綺麗な状態に仕上がっているかなと思います。サイズ表記 L 表記っていうところですが、僕は全然着用もできるいいサイズ感だと思います。こちらお値段の方が 7,800 円に消費税になります。続いてこちらのスウェットですね。タグはこちらの方になっております。サイズ表記は M 表記しっかりアメリカ製ですね。でこちらちょっとはっきりとした分かるものはないんですけども水が通ってないデッドストックっていう状態ですね。もう水が通ってないというところもあるのでかなり生地自体もピンピンしてますし縮みも全く出てないですね。 M 表記ですが現状僕でも全然ゆとりを持って着れるサイズ感になっております。こちらお値段の方が 7,800 円に消費税になります。続いてこちらのパーカーなんですけれどもタグはこちらの方になっております。サイズ表記が L 表記になっております。
でこちら胸の方にワンポイントでレイダースのプリント入っておりますね。でこれに関しては背中の方もですね、こういう感じでプリントが入っております。かなり活かしていると思います。でダメージとしてはこちらポケットの下の方ですね、こちらリブの方か、こちらの方に1点ダメージがあるってところです。であとはところどころですね、薄い汚れだったりとか、こういうサビ汚れですかねとかちらほらあるっていうくらいの程度です。でサイズ表記 L 表記っていうところですが、僕もそのかなりゆとりを持ってっていうわけではないですけども、全然着用はできるっていうサイズ感です。こちらの方でお値段なんですけれども、こちら7800円に消費税になります。続いてリバースリブの紹介です。こちら、90年代の刺繍タグ、サイズ表記は XL の表記ですね。でグレーボディに黒のラバープリントになっております。でこちら裏面は無地のタイプです。特に、気になるダメージとかは一切ないかなと思います。でサイズ表記も XL なので、僕もゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらもプリントものですね。タグは80年代トリコタグの L 表記です。でこちらケアタグもついているタイプですね。でネイビーボディにオレンジのラバープリント、めちゃくちゃいい雰囲気ですね。このネイビーにオレンジというのもかなり配色いいかなと思います。特に目立つダメージもなく、全体的に多少フェードしてるっていうぐらいですね。でサイズ表記もトリコの L なので、僕はちょうどよく着れるいいサイズ感です。ちょっと見落としました。こちら、袖のリブの方にブリーチ飛びがちょっとあるっていうくらいですね。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらもプリントものなんですが、90年代刺繍タグの XL 表記になっておいて、ラバープリント1段で入っているのと、あとリブにラインが入っているタイプですね。ネイビーボディにグレーのリブで、ネイビーのラインがっていうところです。でバックは無地ですね。こちらもネイビーボディなので多少全体的にフェードしているっていうぐらいですね。で XL なのでこちらも僕は大きめに着れていいサイズ感です。お値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらのリバースなんですが、80年代トリコタグのミディアム表記、グレーボディにこちらもラバーのプリントですね。3段入っております。このひび割れ具合もすごくいいですね。またプリントこそかなりひび割れてはいますが、特にひどいダメージなどは見られないかなと思います。サイズ表記ミディアムなので、僕がちょっと着用自体はかなりぴったりするぐらいのジャストサイズかなと思います。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。続いてフルスナップですね。タグはこちら90年代刺繍タグの XL 表記にグリーンの色味に目付きのタイプです。でスナップはシルバーのもの、シルバーに、チャンピオンマークが刻印されているってタイプですね。でこちらも多少のフェード感全体的にはあるんですが、ひどいダメージなどは特に見られないです。で XL 表記っていうところなのでフルスナップ結構作り大きいですね。僕は相当、普通のクルーネックとかの WXL ぐらいの感覚で着れるサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。ちょっとパーカータイプを1枚紹介しますね。タグの方はこちら90年代の刺繍タグでサイズ表記は L 表記になっています。でネームのタグとかもついてるんですが、フードの入り口自体は全然ダメージはないです。でグレーボディにラバープリントでノートルダム入っていて、こちらこの辺にですね1点ちょっと貫通しそうな仕掛けてるダメージがあるっていうところですね。ポケットの付け根あたりは多少ダメージがっていうぐらいです。この辺とかは大丈夫そうですね。でバックに関してはこちら無地のタイプです。着用には困らないかなと思います。サイズ表記も L 表記なので僕自身は全然いいサイズ感で着れるっていうサイズですね。こちらお値段の方なんですけれども17,800円に消費税になります。続いてこちらの方レイダースなんですけども、タグがこちらの方になっております。しっかりアメリカ製でサイズ表記は XL の表記になっております。でこちらもついてるのでもうお気づきだと思うんですけども、デッドストックの状態です。この内側とかもめちゃめちゃ綺麗な状態ですね。でサテンもすごく、生地感張りが残っているというところです。で胸にはワンポイントレイダース入っております。
でこちらは背中の方は無地の何も入ってないタイプですね。サイズ表記も XL なので、僕も全然大きめに着れていいサイズ感かなと思います。この辺のアイテムは本当 L 表記以上のサイズ感でかなり厳選してバイヤーが買ってきているので、サイズ感に関しては全く問題ないと思います。こちらお値段の方が25,800円に消費税になります。続いてこちらの方がニューヨークメッツですね。タグはこちらのスターターのタグです。サイズ表記 XL の表記ですね。でこちらスターターだとこちらの方にタグもついていて、しっかりアメリカ製のものになっております。で胸にメッツのロゴが入っているところですね。で裏面に関してはこちらのスターターの刺繍だけです。この生地感もすごい珍しいかなと思います。メッツに関してはもう配色がすごく今っぽくていいですね。サイズ感 XL なので僕は全然余裕を持って着れるサイズです。こちらの方でお値段なんですけれども、こちら15,800円に消費税になります。続いてこちらもスターターのタグですね。こちらのタグになります。サイズ表記は L 表記になっております。こちらもスターターなのでこちらの方にしっかりあって、一番下ですね、メイドイン USA の表記もしっかり入ってます。でロゴの方が胸に入っていて、肩にもヤンキースのワッペンが貼られております。でバッグに関しては無地のタイプです。こちらとしても程度すごくいい状態ですね。でサイズ表記も L 表記というところですが、XL ぐらいな感覚で着れるんじゃないかなと思います。かなり大きめです。僕も全然ゆとりを持って着れるいいサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方25,800円に消費税になります。続いてセーターを1枚紹介します。こちらの方が、ラルフローレンのタグがついております。サイズ表記はミディアムですが、レディース合わせのものになっているので、レディースのミディアムだと思っていただければなと思います。でこちら素材の方がこちらなんですけども、カシミヤのものになっております。肌触りもすごく気持ちいいですね。で程度としてもかなり綺麗な状態です。レディースのミディアムなので僕はさすがに着用自体は難しいサイズです。本当これこそ女性の方に買っていただきたいものですね。お値段の方がこちら9,800円に消費税になります。続いてこちらがフリースなんですけれども、タグの方がこちらノースフェイスのサイズ表記メンズの L 表記になっております。でネイビーのフリースですね。ネイビーと黒の配色になっております。でフリースの状態も全然まだまだ使っていただける状態かなと思います。でサイズも L 表記なので、僕は、この辺作りも大きいのでかなり大きめになるサイズ感になっております。こちらお値段の方が9,800円に消費税になります。続いてこちらパタゴニアのフリースですね。タグの方がこちら、サイズ表記は S 表記になっております。クラシックレトロカーディガンですね。でこちら内タグの方にもこちらがあって、2000年のものになっております。でフリースの状態としてもちょっと肘あたりは少しフリース使用感あったりはしますが、まだまだ長く着ていける状態かなと思います。サイズ表記 S 表記なので僕にはさすがに小さい感じにはなっちゃいますけども、小柄な男性とかこの辺も女性かなりおすすめです。これからの時期に重宝するかなと思います。お値段の方が25,800円に消費税になります。続いてこちらウールの、ピーコートになるんですが、タグの方がこちらになっております。サイズ表記などちょっと記載がないっていうところですね。で状態としてなんですけれども、多少の使用感うっすら全体的にあったりはするんですけども、ひどいダメージというのは特に見られないです。ウールのものなのでそういった、ダメージとかは結構つきものだっていうイメージはあると思うんですが、それに関してはかなり綺麗なものかなと思います。でサイズ表記あるとするとなんですけど、 SML でいうと L 表記ぐらいな感じですかね。僕も全然ゆとりを持って着れるようなサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が19,800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットなんですけれども、いいですね。パッチの方がこちら品番の方は70507になっていて、サイズ表記こちら40ですかねの表記になっております。でギャランティックウォッシュになっております。で赤タブの方もしっかりついております。程度として見ていきたいんですけれども、まず襟の方1点スレがあるっていうぐらいですね。
であとは袖口の方とかも多少スレ等ありはしますけども、この色味なのでかなりその雰囲気としてボディに合ってるかなっていうところです。むしろプラスぐらいに思っていただければと思いますね。で背中の方にもこちら1点ダメージはあるんですが、もう背中なんでそこまで気にならない方多いと思います。本当物としてかなり珍しいですね。サイズ40で実寸38ぐらいな感覚ですね。僕が T シャツ1枚で着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてエクワークスのレベル7です。タグの方がこちらについております。でサイズ表記がラージロングの表記になっておりますね。でこちら程度として見ていきたいんですけど、デッドストックの状態ではないです。ただダメージなどは、比較的少ない方かなと思います。ちょっと気になるところで言ったらこういった汚れとかが多少残ってるっていうぐらいですね。ラージロングっていうサイズ感なのでちょっと普通に出回ってるサイズ感よりはちょっと珍しいバランスになるかなと思います。僕でも全然ゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらお値段の方なんですけれども19,800円に消費税になります。続いてこちらの、ウールのスウェットになるんですけども、タグの方がこちら下の方についております。こちらの方ですね、すいません、ブランドがウィルソンになっていてサイズ表記36の表記です。年代でいうと30年代終わりから40年代初めぐらいのものだと思います。で赤黒のツートンですね。でこちら、フェルトもしっかり入ってます。袖の方にもこちら16番というフェルトが貼られております。で裏面に関してなんですけどもこちら無地のタイプですね。で状態として見ていきたいのですが、年代がこれだけ古くてウールのものなので正直そのダメージとかこういうスレ等はちょっと否めないところは正直あります。こちらの方もそうですね。あとは背中の方にもこちらの方にも1点こう穴が開いてるっていうところはあります。ただ着用自体はまだまだ可能な状態かなと思います。で36っていうサイズ感なので正直僕はちょっと身幅がピッタピタになるぐらいのサイズになるんですけども、この辺着れる方本当コレタブルピースだとも思うのでそういった意味でお持ちいただくのもいいのかなと思います。こちらお値段の方なんですけれども98,000円に消費税になります。続いてパンツの紹介に移ります。タグの方が、こちら、これも紙タグもついているのでデッドストックの状態になるんですが、エリーのブランドです。70年代頃のものになっております。サイズ表記の方がウエスト30インチレングスが34インチになっております。でこちらポケットの上の方にピスもしっかりついております。いわゆるワークパンツになりますね。でジップはこちら42タロンのシルバーのやつが使われております。でもうデッドストックなんで状態も何も言うことはないかなと思います。実寸で、表記通りですね、ウエスト30インチのレングスが34インチ、裾長い方多いとは思うので、この状態というところもそうですね、裾上げしてから履くのも全然ありだと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてレギュラーのデニムなんですけれども、こちらパッチカラーがいいですね。ロットが505になっていてサイズ表記ウエスト33インチのレングスが32インチになっております。でこちら赤タブのものですね。でジッパーの方はこちらリーバイジップが使われております。で程度として見ていきたいんですけれども下は全く問題ないですね。でレングスの方もこちらオリジナルのものになっております。で実寸のサイズですね。ウエスト33インチのレングスが32インチ表記通りですね。というところで、僕にはちょっと大きいサイズ感にはなりますがこの辺履ける方かなりいいと思います。505の赤タブってところですね。珍しいですね。お値段の方が12,800円に消費税になります。続いてもレギュラーのデニムですね。こちらもパッチカラーがいいですね。こちら品番の方が517になっております。ウエストが33インチのレングスが32インチになっております。でタブはこちらオレンジタブです。でジッパーの方ですね。こちら、リーバイジップ使われております。でこちらも程度としては下全く問題ないです。でレングスもこちらもオリジナルのものになっております。
でこちらも実寸のサイズ、ウエスト33インチのレングスが31インチ、レングスだけ1インチ縮んでるっていうサイズ感ですね。この辺サイズバランスいいのですごく履ける方も多いと思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちら501になるんですが、501ですね、パッチのこちらになります。ロットがあってウエスト31インチのレングスが33インチの表記です。で赤タブもしっかり残っております。でこちらも程度見ていきたいんですけれども、股下は全く問題ないです。で裾の方ですね、こちらもオリジナルのものになっていてしっかり当たりも出ております。でこちらに関してはちょっと古い方ですね、内股がシングルステッチのものになっているので、その90年代とかの501よりはちょっと古い個体になります。で実寸のサイズの方がウエストが29インチのレングスが31インチ、ウエストレングスともに縮んでるっていうサイズですね。僕はさすがにちょっと着用自体は厳しいサイズ感にはなるんですが、サイズはまる方この濃さなので持っておいてもいいかなと思います。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてヴィンテージのデニムになりますね。こちらも501になります。パッチの方がこちら欠損しているんですけども、赤タブこちらレジスターのみがしっかり残っております。でこちらシングルステッチですね。でトップボタン裏の方はこの向きですね。こちら6番になっております。66前期ですね、いわゆる。でこちらもうかなり雰囲気系にはなっちゃうんですけども、ポケットの入り口などもかなり擦れてたり、こちらの方にもちょっと雑めなリペアが入ってたりとか、あとは太ももから膝にかけてですね、結構大胆にリペアも入っております。左足の方も結構がっつり入ってますね。で股下に関してもちょっとリペアされてないダメージとかも残ってたりとか、こういう雑めなリペアあったりします。で裾に関してレングスはオリジナルではあるんですが、ステッチが結構抜けちゃっていてっていう状態にはなってしまいます。もちろん耳付きです。で実寸のサイズの方なんですけれども、ウエスト36インチのレングスが32インチになります。僕は大きいサイズにはなりますが、この辺もサイズのバランス自体はかなりいいと思います。需要は多いところかなと思いますね。お値段の方がこちら29,800円に消費税になります。続いてこちら501のダブル X になります。ダブル X なのでこちら隠しリベットも当然ついていて、スレーキのリベットはカッパーです。で裏面ですね、こちらパッチの方はもう綺麗になくなっています。ただ赤タブしっかり残っておりますね。で両面のものになっております。でベルトレバーセンターでリベットを見ていただきたいんですが、こちら、文字自体は細文字のリベット使われております。両面レザーのセンターループっていうところの年代で間違いないのかなと思います。状態としてこのポケットの入り口にステッチがちょっと外れちゃってもう1回補修されているってところです。で股下に関しては全く問題ないです。で膝の方にこちらですね、ダメージがあるっていうところと、レングスはオリジナルのものになっています。ちょっと擦れちゃってはいますが、こちらも耳はついておりますね。で実寸のサイズの方なんですけれども、ウエストが34インチのレングスが29インチになっております。やっぱレングスオリジナルで30以下ほんと探すと少ないと思います。ハマる方はぜひです。こちらお値段の方が298,000円に消費税になります。続いてこちらのスペシャルな1本ですね。タグの方からがいいですかね。タグの方がこちらリーのパックマンタグが使われております。でトップボタンの方にこちらリーカウボーイの刻印入っております。でボタンフライの方がこちらドーナツボタンが使われております。でバックですね、バックポケットの方なんですけれども、こちらステッチこそ抜けてはいますがアーキュエイトの、ステッチがあったって確認ができます。そのリーカウボーイの対戦モデルっていうところですね。でこちらも程度として見ていきたいんですけれども、まずポケット入り口ちょっとステッチが抜けちゃってるっていうぐらいです。でオイル染みがあったりとかして、あとは太ももと膝部分ですね。で左の方も膝部分リペアが入っているというところです。で股下に関してはこういった感じで少し雑めな感じでリペアされてはいますが、全然まだまだ履ける状態です。で裾にレングスに関してなんですけれども、こちらレングス自体はオリジナルだとは思います。ただこちらも、リペアが施されていたり、あとはその違った色のステッチが入れられてるっていう感じにはなってしまいます。
ただ本当大切に履いていたっていう状態だと思います。裾付近に関してもオイル染みがところどころあったりとかして、かなり雰囲気は仕上がってるかなと思います。ですいません、こちら耳の方もついてるものですね。でこちらサイズの方なんですけれども、ウエストの方が34インチのレングスが32インチっていうサイズになります。僕にはちょっと大きいサイズにはなるんですけども、180センチ以上とかそれぐらいの身長の方には全然ハマるサイズかなと思います。全然たるませて履くのもかっこいいと思いますし、一人して履くのも全然ありだと思います。物としてかなり貴重なものなので、うちでも本当年間に何本も入るものではないです。かなり珍しいと思います。こちらお値段の方が100万円に消費税になります。もうすでに掲載されているんですけども、ウェブスペシャルの商品紹介をしていきます。まずこちら、パッチの方がこちらですね、501になっていて、ウエスト31のレングス34の表記です。で赤タブもしっかり残っております。でマッコンの1本ですね。実寸のサイズの方が、ウエスト29インチのレングスが34インチです。ウエストのみちょっと縮んでるっていう状態ですね。これだけ濃いので裾上げしても全然いいと思います。お値段の方が12,800円の 20% オフです。続いてこちらのセーターなんですけれども、タグの方がこちらになっております。サイズ表記が42の表記です。ネイビーのボディにこちら、ワッペンが貼られているというところですね。全体的に多少の使用感とかはありますが、ひどいダメージっていうのは現状見られないかなと思います。もっと気になるところで言ったら、こういったちょっとした小穴とかがほつれ等があるっていうぐらいですね。サイズ表記42ではありますが、ちょっと、作り自体が細いですね。僕だとちょっとピタッとするかなっていうぐらいのサイズ感だと思います。こちらお値段の方が、すいません、12,800円の 20% オフになります。続いてこちらパタゴニアになるんですけども、タグがこちらの方になっております。サイズ表記は L 表記になっております。でチャコールのグレーですねにボタンとフラップがネイビーの色味の配色です。でプルオーバーのものなのでサイズ表記 L 表記ですが、僕はぴったりするかなっていうぐらいのサイズ感です。状態が非常にいいですね。こちらお値段の方なんですけれども、こちらも12,800円の 20% オフです。続いてこちらジャングルファティーグの、こちらセカンドタイプになります。タグの方はこちら欠損している状態です。でこちらサイドのアジャスターがついているというところですね。生地はもちろんノンリップのものになっております。でこちらも特にひどいダメージというのは見られないですが、全体的に薄い汚れだったりとかがあったりとかしてちょっと使用感は多少あります。あとは襟の方ですね、こちらにリペアがされているっていうものにはなってしまいます。でサイズ表記あるとするとミディアムレギュラーかな、いやラージレギュラーですかね。かなりゆとりを持って僕は着れるサイズ感です。こちらの方でお値段が25,800円の 20% オフです。続いてこちらなんですけども、ダウンジャケットノースフェイス、こちらチャタグの70年代のミディアム表記になっております。でネイビーのボディですね。でフルジップで開きのものになっております。でこちらもやっぱユーズドっていうところで多少の薄い汚れだったりとかこういったところ、少し色焼けしてる感じ多少は見受けられますが、全然まだまだ長く着ていける状態かなと思います。でサイズ表記ミディアムですが、僕も全然着用自体できるいいサイズ感です。こちらお値段の方なんですけれども、こちらが15,800円の 20% オフです。